まいがするから終わったら電話して娘にそう告げたまちこさんは、その日の午前11時半を境に二度と姿を現さなかったのだ。残された自宅には携帯電話が布団の旗に置かれたままで、衣類も化粧品も何一つ持ち出された形跡がなかったのだ。クレジットカードもキャスカードも一切使われていないの？そうなのだ。保険証だけが見当たらなかったが、それを使って病院を受診した記録もどこにも残っていないのだ。自発的に出て行ったとも誰かに連れ去られたともどちらとも言い切れないってこと？なぜまちこさんは7歳の娘を学校へ送り届けたその瞬間から忽然と消えてしまったのかのだ。2011年9月12日、大分県速水郡日町大賀に住む主婦三永まちこさんが白昼に突然消えたのだ。白昼に、しかも子供を学校へ送り届けた直後によね。まちこさんは1975年9月25日生まれ、当時35歳の専業主婦で、夫と長男10歳、長女7歳の4人家族で暮らしていたのだ。結婚以来ずっと専業主婦として家族を支えていた方なのね。近所のママ友によると、まちこさんは面倒見がよく、子供たちの学校行事には必ず顔を出す明るい性格の女性だったと語られているのだ。失踪の直前まで普通の日常を送っていたのよね。失踪の3日前にはカラオケに行き、その後も友人と買い物やお茶を楽しんでいたことが確認されているのだ。直前まで友人と過ごしていたなら、突然姿を消す理由が全く見当たらないわ。当日は朝から体調が優れなかったが、午前9時45分頃に小学校から長女の母がかけたという連絡が入り、すぐに迎えに向かったのだ。体調が悪いのに子供のためにすぐ動いたのね。歯科で治療を終えた後、約 1km 先のスーパーマルショク川崎店で長女と買い物をしており、その様子は防犯カメラにはっきりと映っていたのだ。防犯カメラに映っていたということは、その時点では普通に行動していたってことよね。午前11時30分頃、まちこさんは長女を小学校へ送り届け、めまいがするから家で寝ている、終わったら電話してと声をかけたのだ。それが娘さんが聞いたお母さんの最後の言葉になってしまったのね。午後3時頃、下校した長女が帰宅すると、玄関の鍵は開いたままで、母親の姿はどこにもなかったのだ。鍵が開いたままというのがどうしても引っかかるわ。急いで出て行ったのか、あるいは出るつもりすらなかったのか。自宅には荒らされた形跡が全くなく、携帯電話は布団のそばに置いたままだったのだ。携帯を置いていったの？それって自発的に出かけたとは考えにくいわ。クレジットカードもキャッシュカードも一切使われた形跡がなく、衣類や化粧品も持ち出されていなかったのだ。生活に必要なものが何も動いていないのに、人だけが消えたのだ。お金も着替えも持たずにどこへ行けるというのかしら。唯一なくなっていたのは健康保険証で、体調不良だったまちこさんが病院に向かった可能性が浮かんだのだ。しかし保険証が使われた記録はどの医療機関にも残っていなかったのだ。病院に行くと思って保険証を持ち出したのに、どこにも受診していないということね。車も自宅に残されており、体調不良の状態で徒歩でどこまで移動できたのかという疑問が当然浮かび上がってくるのだ。これだけ不自然な点が重なれば、警察も本格的に動くべきだったんじゃないかしら。警察は当初、家出の可能性も視野に入れて捜索を進めていたのだ。しかし失踪の3日前にはカラオケで友人と楽しく過ごし、翌日も買い物やお茶をしていたことが分かっているのだ。自ら姿を消す理由があったとはどうしても思えないわ。さらに不穏な偶然として、失踪の約2ヶ月前に同じ日出町内で高齢夫婦の刺殺体が発見される事件が起きており、翌9月13日には近隣で2歳の女児が行方不明になる事件も続いていたのだ。立て続けに3件も同じ町で、それは偶然とは言い切れない気がするわ。しかし警察はこの3件の関連性を認めず、捜索はやがて打ち切られたのだ。現在も三永まちこさんの行方は分かっておらず、事件は未解決のままなのだ。捜索を打ち切ったなんて、残されたご家族はどれほどからかったかしら。夫はブログや SNS で情報提供を呼びかけ続けたが、誹謗中傷が相次いだためにやむなく閉鎖せざるを得なかったのだ。助けを求めた人が傷つけられるなんて、あまりにもひどい話で、ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について、私たちなりに考えてみるわよ。まず整理したいのは、これが自発的な失踪なのか、それとも第三者が関わった事件なのかという点なのだ。確かにどちらの可能性も残ったままよね。自発的な失踪だとすれば、携帯電話、クレジットカード、現金、衣類、化粧品を一切持たずに消えたことになるのだ。これだけ何も持たずに自分の意思で去るというのはあまりにも不自然な話だと思うのだ。でも健康保険証だけは持ち出されていたわよね。これは何か意味があるのかしら。その点がまた難しいのだ。保険証があれば医療機関を受診できるはずだが、失踪後に保険証が使われた記録は一切ないのだ。持ち出したのに使われていない、この矛盾が引っかかるのだ。つまり自分で持ち出したのか、それとも誰かに持ち出させられたのか、どちらとも言えないってことよね。そうなのだ。さらに当日の朝から体調不良だったにもかかわらず、長女を歯科に連れて行き、
スーパーで買い物までこなしているのだ。直前まで母親として普通に動いていた人が突然全てを捨てて消えるだろうかと僕はどうしても思うのだ。長女に家に帰って寝てるから電話してと言い残したのもまるで戻るつもりだったみたいに聞こえるわ。そこが最も重要な点だと思うのだ。自宅の鍵が開いたままだったことも外出先で何らかのトラブルが起きたと考えれば自然に説明がつくのだ。でも自宅に荒らされた形跡がなかった点は第三者の関与を示しているとも言い切れないんじゃないかしら。確かに室内に争いの痕跡はなかったのだ。ただそれはトラブルが自宅の外で起きた可能性を否定しないのだ。僕はやっぱりこれは自発的な失踪ではなく帰宅途中に何らかの第三者が関与した事案だと思うのだ。私も同じ見方をしているわ。あれだけ何も持たずに消えた事実は自ら去った人のものとは思えないもの。もう一つ考えたいのだが、当日の朝から体調不良だったという点が気になるのだ。めまいがするほど体調が悪い人が自ら計画的に失踪するだろうかという疑問が残るのだ。確かにそんな状態で荷物も持たずに自ら姿を消すというのはあまりにも不自然よね。一方で自己派の立場から言えば、体調不良のまま一人で帰宅する途中に交通事故や急病による意識消失が起きた可能性も排除できないのだ。ただその場合、遺体や痕跡が何も見つかっていないことの説明が難しくなるのだ。何の痕跡も残らないほど完全に消えるなんて事故で説明できるものなのかしら。だからこそ事件性が高いと思うのだ。長女を学校に送った後、約 1km という短い帰宅ルートの間に何かが起きたと考えると、第三者が車で接触した可能性が最も説明がつくのだ。同じ時期に近隣で高齢夫婦刺殺事件や2歳女児の行方不明事件も起きていたわよね。警察は関連なしと判断したけど本当にそうなのかしら。警察が捜索を断念したことへの疑問は僕も拭えないのだ。クレジットカードもキャッシュカードも使われず、携帯も自宅に残ったまま13年が経つのだ。自発的失踪なら何らかの生活の痕跡が出てくるはずなのだ。13年間何の手がかりも出ないまま捜索を断念してしまった捜査の判断は遺族にとってあまりにも残酷よね。動機不明という点も重要なのだ。失踪3日前にはカラオケや買い物を楽しんでいたというママ友の証言があるのだ。自ら消えようとしていた人の行動とはとても思えないのだ。子供たちに何も告げず財布も服も置いたまま消えるなんて母親として自発的に選ぶ行動じゃないわ。遺族の視点から言えば、子供たちは今も答えのないまま生きているのだ。当時7歳だった長女と10歳だった長男は今も母親の失踪の真相を知る権利があると思うのだ。社会がこの事件を忘れずにいることが遺族にとって唯一の支えになるかもしれないわ。僕はやっぱり三永真知子さんは自らの意思で失踪したのではなく、帰宅途中に第三者によって連れ去られた事件だと思うのだ。体調、所持品、カード履歴、証言、全てが自発的失踪と矛盾しているのだ。私も同じ見方をしているわ。ただ真相が明かされない限り断言はできない。だからこそこの事件は今も語り続けられなければならないと思うの。というわけで今回は大分県日出町で起きた三永真知子さんの失踪事件を解説したのだ。どうだったメタン？体調が悪い日に子供の歯の治療まで済ませてそれで消えてしまうなんて自発的失踪とはどうしても思えないわ。第三者関与という見方がやっぱり一番自然に感じられるの。三永真知子さんは当時35歳、2人の子供を愛する母親だったのだ。今もどこかで答えを待っている家族のために真相が明かされる日が来てほしいのだ。真知子さんのご冥福を、そして一日も早い真相究明を心からお祈りするわ。夫や子供たちは今もこの事件の情報提供を呼びかけているのだ。失踪から10年以上が経った今も家族は諦めずに真知子さんの帰りを待ち続けているのだ。もし当時の日出町周辺で何かを見聞きしている人がいればぜひ警察への情報提供をお願いしたいわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。